はい、山です。ご視聴いただきありがとうございます。早速お知らせなんですけども、期間限定で、無料カウンセリングを行っております。LINE アットにて行いますので、詳細は概要欄の方をご覧になっていただければなと思います。それでは動画をご覧になる前に、ぜひ、チャンネル登録のほどよろしくお願いします。それでは今日のテーマは、あの人が隠している秘密ということでやっていきたいと思います。赤、青のうち一つ直感でお選びください。概要欄、コメントの方に開始時刻が書いてありますので、そちらの方をご確認ください。はい、こちら赤を選んだ方のあの人が隠している秘密を鑑定していきたいと思います。目線はですね、あの人目線で、鑑定していきます。状況、心境から、見ていきたいと思います。はい。こちらのカード2枚。隠してるっていうよりは、要は気持ち、本音、という確信の部分で、まだあなたに伝えていないところ、そういった部分を見ていきたいと思います。現在の状況としては、非常に今の環境に対してすごく団らんとした、家族的な、関係性であったりとか、非常に、心地よさを感じている、そういう部分が、あるのかなという部分出ております。で、この2枚見ていただくと、両方ともこの、ペンタクルというお金のマークになっていると思います。で、すごくこう安定的に気持ちは、家族団らんとできている環境であるが、エース・オブ・ペンタクルというところ、これね、お金の心配というものを、あの人は、すごく非常に考えているところがあるのかなというところ。要は家族であったりとか、何かそれに近しいものに対してお金を使う予定が今後あると。それに対して、あなたにまだ伝えきれていない不安というものがあるのかなというふうに見ております。はい。じゃあ次は潜在意識。潜在意識ですね。ページオブワンズ。ページなので、これ誰かにアドバイスを求める意味を持ちます。それは、あなたに対してではなく、あの人があなた以外の、信用のおける方にアドバイスはもうすでに受けている。これはお金面に関することなので、それに対する専門家であったりとか、そういうのに詳しい方にアドバイスは受けているので、それをまだまとめたことをまだあなたに伝えていないというところ。ですので、徐々にそのお金に対する不安というものの、準備というものは、しっかりなされているのかなというところ。不安を持ちつつも、それを解消するための準備というのを着々と進めている、というところが、潜在意識に現れていますね。はい。それでは、やはりね、先ほどのカード、家族団らんのカードと同じようにですね、非常に今の環境は、あの人にとってすごくゆっくりできる、そして、心地の良さを感じるような、状況なのかなというふうに見て取れます。なので、ね、あなたに対して非常に警戒心もなく、分け隔てなく、解放して、できる存在なのかなというところが潜在意識に出ています。ね、この並びで見ると、やはりね、すごくあなたに対して信頼し置いているからこそ、お金の部分であったりとか、しっかりしなきゃいけない部分っていうものは、やはり頼りに、されたいという気持ち、というのが、カードから出てきております。はい。過去ですね。過去の部分、クイーンオブソード。これは
決断の意味のカードも出ているんですけども、おそらく、何かしら、具体的にはないんですけども、あなたとあの人の中で何かしらのこの決断というもの、手続きを伴うような決断、そういったものも行われた、っていうのがあるのかなっていうところ。ちょっと手続きっていうと、広い意味ではなってしまうんですけども、あなたとあの人にとって、大きなものではあったのかなっていうふうに見ております。はい、ここまでで見ると、何かしらその進展が、過去にあったあなたとあの人、それによって、非常にあの人はあなたとの関係をより、家族的なものとし、これからもしっかりしていきたいというふうに思っております。ですが、お金の不安というところがあり、それをまだあなたに明確に伝えてない部分があるんですが、それはすでに、専門家やそれに詳しい方のアドバイスを受けているというところな、状況なのかなというところがあります。現状で言うと、隠してるっていうよりはまだ伝えていないっていう情報で言うと、そのお金に関することになるのかなというふうに、感じます。はい。それでは今後に、近未来について見ていきたいと思います。ザ・ワールドの逆位置に出てるんですが、近未来、直近の未来に関して言うと、ザ・ワールドが出て逆位置に出ていたとしても、これ十分あなたとあの人の、考え方、行動によって、前向きに捉えることは可能なんですね。ですので、ここは、何か結論を近いうちに出すっていう意味のカードが出ているんですが、あなたの中ではその引っかかる部分、それが先ほどのお金に関すること、が、少し引っかかる可能性があるというふうになっております。それは、物事が深刻化する前に、気づくというところによって非常に問題が回避されていくのかなと。はい。なので、今あの人はもうその回避に関して動き始めているですが、まだあなたに打ち明けてられてない、という部分なのかなというふうに見て取れます。はい、じゃあ周辺の理解と今後のあの人の状況、立場。非常にあの人の状況としては、すごくどっしり構えてますね。何事もぶれずに、前に進むという意思、あなたとの関係性をより深く、長いものとしたい、そういう気持ちというのがすごく感じ取れますね。非常にこのシャーロットこの位置に出てるってことは頼もしいというところを感じることになります。はい、こちらの周辺理解なんですけども、これね、少しね、気をつけなきゃいけないのは、全く関係ないわけではないですけど、ちょっと近しい感じの方から、少しこう押し付けるような感じで、いや、それは大丈夫なのかなという不安を煽るようなことっていうのを言われる可能性があります。あなたとあの人の中に対して。ですので、その点は、しっかり、しておくべきなのかな。しっかりというのは、事前に把握というところが大切です。あの人自身っていうのは、すごく力があり、頼りがいのある方で、問題をしっかり解決する強さを持っておりますので、しっかり信用して、一緒に情報を共有するっていうところが、そのあらぬ不安をかけられた時にしっかり前に進めるっていうところが、できるのかなと思います。はい。最後ですね。結論。ザ・デビルとエース・オブ・カップ。これデビルというカード、がまず、大きな意味で誘惑という意味のカード。エース・オブ・カップ。恋のを大きく、上下動するような、意味のカードとなっております。これね、近いうちにあなたとあの人の中で感情を揺さぶられるような大きな、物事が起きるのかなっていう。やはりこの物事っていうのも、先ほどからお伝えしているお金に関すること
これがポイントとなってくるのかなというふうに感じます。それはこちらのカードはエース、これね非常に大きいです。あなたのメンタルっていうのは上下動、いいと思いきや悪いと思いきやっていうところで、それに関してこの人っていうのは私にとって本当に必要な方なのかなっていう誘惑と、または他の道にそれる可能性があるというふうな危険性があります。はい、ここまでで結論なんですけど、全てまとめますと、あの人はあなたとの中で、決意を固め、すごく家庭的なものとして進めたいと考えております。ですが、金銭的な、悩みをアドバイスをどなたかに受けている状況で、今後それが、火種となる可能性というものがあります。ですが、あの人自身はすごく頼りにある方なので、前に進むことになるので、進める力があるので、あなたはそれを信用するというところが大事です。ですが、周りからの不安を煽られる、というところがあるので、その点は、今後気をつけていただくというところ、それによって、他の、誘惑に行ってしまう可能性があるので、すごい注意が必要ですと思います。でここで、最後にアドバイスをさせていただくと、これね非常に難しい、話にはなっていくんですけども、これ具体的にどういう問題なのかっていうのはわからないんですけども、必ずそこのを、共有することが非常に大事ですと。これを怠ると一気に信用ができなくなってしまったりとかもする。事前に共有すれば大した問題ではない、可能性は高いですと。なのでここの部分をしっかり、していただければ、非常に前向きな関係性が築けるのかなと思います。はい、以上でアッカーの解説は終わりにします。高評価参考になった方は高評価、チャンネル登録のほどよろしくお願いします。また参考になった方は、概要欄の方に、書いてありますが、無料カウンセリングを LINE アットにてやっておりますので、ぜひご覧になっていただいた方は、ぜひ、ご確認お願いいたします。以上です。はい、それでは青を選んだ方のあの人が隠している秘密を鑑定していきたいと思います。あの人目線で、鑑定していきます。あの人の状況、心境を、ベースに、今後の展開、あなたとの関わり合いというところを鑑定していきたいと思います。それでは、いきます。はい。はい、現状ですね。これですね、ワンズ、ペンタクルが出ております。非常にね、自分の行動を抑制し、あなたに対して、あなたとの関わり合いが結構あの人の中で大きなものを占めています。要はあの人の人間関係っていうものの大きく占めているのが大半があなた、出ております。それによってあなたとの関わり合いというところが非常に大きな、意味合いをあの人にとって持っています。なのであなたに対してものすごく尽くす、優しくする、行動を、しっかりするというところが大きな、感じになってるんですかね。おそらくあなた以外にこういう関係っていうのはかなり少ない状況なのかなとか、もしくはもともとこういう関係広かったけどもあなたとの関係の中ですごく狭まって、いっている、そんな状況が、今あの人の中であるのかなっていうふうに見て取れます。はい、今回隠してる秘密っていうところなんですけども、じゃあ何かっていうところ、これのカード見ていくとやはり少しふざけたいとかストレスを発散したい、自由になりたいという気持ちというものは、ありますねと。それが潜在意識に出ているということは、何かというと先ほどのとつなげてみると、やはりあなたという
人間関係が大半を占めているというところで、よりもっと、自由な、こういう関係というものをしっかり取りたいと。これあなたが束縛をしているのか、必然的に、その時間が制限されてしまうとか、そういう状況になっているので、そういうことによって若干ストレスが、溜まっている、そういう状況が考えられますね。潜在意識にあります。これストレスがですね、すみません、潜在意識のところでストレスがこれ大きく破裂寸前というところ、タワーから人が降りているというところ、今まで我慢に我慢をして、これ以上無理だわというふうな状況が近づいているのかなというふうに考えられます。今までのその4枚のカードの流れで見ますと、あなたとの関係性を重視するあまり、ストレスがたまり、我慢できなくなる可能性がありますと。これ深層心理なので、あの人自身もまだ気づいていない可能性があるんですが、確実に、そういった気持ちというのが、大きく溜まっているというふうに、見ておりますね。これもうストレングスなので、やはり最近あの人の気持ちだったりとかパワーだったりとか元気、テンション、そういうものがすごく弱まっているというふうにあなたは感じませんかと。それがポイントとなっているのかなと、出てますね。それはおそらく原因がやはりストレス発散をする時間であったりとか、こういう関係がないというところが、原因になっている可能性が非常に高いと見て取れます。はい、ここまででまとめますと、あなたに対して大きな不満というよりは、あなたを重視するあまり、ストレスを発散することが少なくなり、あの人自身も気づかないうちに、破裂寸前というふうになっているのかなと。それによって近頃ストレス、元気がなかったりとか、そういう様子っていうのも感じる、そういったところなのかなというふうに思います。隠しているというか、あの人自身も気づいていない可能性のあるくらいのこのストレスっていう部分が隠している秘密っていうところになるのかなと思います。それでは今のお話した内容を踏まえまして、あの人の近未来について、解説していきたいと思います。エースオブワンズ、これもですね、何かを思い立って、大きく始めるというカードなんですけども、やはり逆位置に出ていると。パワーのあるカードなんですが、方向性を間違ってしまうと、あまりいい方向には進まないと。ですので気をつけなきゃいけないポイントが、社会的に悪とされるような方向性に、走る可能性というものが危険としてあります。それは、あの人自身はもちろんモラルというものはあるんですが、ストレスであったりとか、そういう流れに、流されて、という風になってしまうので、これはね、すごく近いうちにターニングポイントとしてなるのかなという風になります。ですので、あなた自身の気づきであったりとか、サポートっていうのは必要になっていくのかなと思います。あの人の秘密、ですね。周辺状況とあの人の立場、ちょっとね、これを見ると、まずで、これは周辺状況、幻想というか理想とか、夢の中にいるように感じて、地に足についていない状況というところが、今後、予想されます。そして、周りも、ちやほやされるだったりとか、正常な判断をさせないようなことを周りがあの人にしていく可能性がある。それによってあの人はイケイケと、それが正しいんじゃないかというふうに過信してしまい、そちらの方向に進んでしまう可能性があるというふうにあります。非常にね、方向性としてはね、周りが見えなくなってしまう可能性があるというところで、これはね、あなた自身が
サポート、そして、気づかせてあげる、もしくは、止めてあげる、そういうふうにしてあげないとなかなかいい方向性に、なりづらい、カードというふうに出ておりますね。こちらのカードね、非常にこう雲の上にカップが並べてあれてどれにしようか迷っている状況、これはね非常に、なんていうんですか、何の物事を進めるにおいてあまり迷いやすい状況なのであまり良くはないですと。はい。今後の結論、その理由をいきます。これね気をつけなきゃいけないですね。最終的にあなたがそのポイントに気づいて指示サポート指示であったりとか、止めてあげるとかそういうことをするんですけども、やはり自分の好きにやらせろよという意地になってしまう部分が非常に強い。これ自分のね、取り分をしっかりさせてくれよという主張というものが明確にありますと。自分のやりたいようにやらせろと。でこちら一方で自分のプライドであったりとか、固執するような気持ち、これを重要視することが出ています。このカードの並びを見るとねちょっとね意地になっちゃうのかな、あなた自身が言い過ぎることが逆効果に、なり得るような、感じにも見えますね。で結論でこういうふうにカードが出ているんですけども、決して悪い方向にもう踏み出したというわけではないですね。こうなりやすいというふうな意味合いを持っているのかなと思います。じゃあ最後まとめとアドバイスいきます。状況としてあの人は非常にあなたを中心に考えていることによって非常にストレスになりやすい状況になっております。それによって、物事が悪い方向に、進む可能性、周りから、いろんなことを言われ、決断に迷い、それが正しいんじゃないかなというふうな気持ちになり、周りの、アドバイスを聞かずに、突っ走ってしまう、そういう感じに、なっていくのかなと思います。なので、これね全然大丈夫なんですよね。実はこれね見ていただくと迷ってるっていう状況を事前に気づかせてあげる、これを客観的にあなたが話すことによって、未然に防げるので、話すときはより具体的に、合理的に話してあげる。あなたの感情を込めてしまうとどうしてもあの人は、反対の方向に逃げてしまうので、合理的に、じっくり、話してあげる、これがポイントとなっていくのかなというふうに思います。はい、以上で青の解説を終わりにします。参考になった方は、チャンネル登録と高評価のほどよろしくお願いします。あと概要欄にも書いてあるんですけども、無料カウンセリングを期間限定でやっておりますので、そちらの方もぜひご覧になっていただければなと思います。以上です。